皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は意外な親子関係キャラについて解説していきますよ。東方キャラというと、見た目が少女な子ばかりだけど親子がいるって本当なのか？実は彼女たちのバックストーリーを見ると親子かもしれないキャラがいるんです。予想外の親子関係に注目ですよ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、親子関係説キャラは、東方神霊廟で登場した蘇我の閉じ子と物部太です。おいおいおい、閉じ子と太というと、どちらかというとロリッコで兄弟みたいな感じだけど親子だったの？身長は低く確かにパッと見た感じ似ているので、兄弟に見えますよね。実は彼女たちは親子かもしれません。まずは彼女たちのプロフィールをおさらいしましょう。まず閉じ子は亡霊ではあるんですが、普通の足ではなく二股に分かれたお化け風になっていますね。ちなみに閉じ子のとについて調べてみると、この文字によく注目してみたら、屍と物に分解できるのですが、これより、屍の物ということで死者を表していると思われます。なるほど、相変わらず名前の意味が濃いな。あと視界線も関わってそうだぜ。過去の因縁から太に復活を拒まれていて、現在は霊体のまま太にいいように使われているとのことですが、閉じ子自身は壊れやすい人間の体などいらないと考えています。それだけ不老不死で居続けるための修行が大変だということか。ところでレ夢ム部長、その過去の因縁って何なんだ？会話もなく、おまけテキストの設定も詳細が不明なため、実はそもそも太との過去の因縁が何なのかはっきりと分かっていませんね。しかし東方愚問九十二テ太の一族を滅亡にさせたことがあるとのこと。これが原因で閉じ子が不老不死になるための視界線で身代わりに使う予定だった壺を太が焼かれていない壺に交換したことで、うまくいかず亡霊となったのです。ますます彼女たちが親子関係だと疑わしくなってきたよ。そんな二人が尊敬し、付き添っている人といえば、聖徳太子のモデルとなった豊里耳の巫女、そして閉じ子と巫女は夫婦関係にあります。この関係について何回聞いても衝撃的すぎるぜ。もちろん巫女はれっきとしたレディーですよ。ちなみに聖徳太子はあと3人、閉じ子も合わせて合計4人の妻を持っていました。閉じ子、人生の勝利者。そして蘇我の閉じ子の元ネタは閉じ子のイラつめです。聖徳太子の日の一人で父は大臣蘇我の孫で、蝦夷は兄にあたります。太子と彼女の間には、長男山城の上の王が生まれています。そして閉じ子のイラつめは蘇我の孫の娘、非常に美しい容貌を持っていたと言われていますね。そして、母親は物部氏の女とされていて資料によっては物部太のモデルと思われる太姫とされているんですよ。つまり閉じ子の母親が太ってことか。そう、前回の怖い妻関係の授業で話したくてうずうずしていたのですが、伏せておきました。待って、そうなると、太ちゃんってまさかの人妻ってことになるくないか？そうなりますね。神霊廟組の関係どうなってんだよ。サザエさんで言うと船さんとサザエさん、そしてマスオさんと3人で毎日不老不死のままでいるために修行をしているということになるんですよ。その例えは面白すぎる。それじゃあ物部太の元ネタの太姫はどんな人なの？彼女もまた飛鳥時代の人物で、有力豪族物部おこしの娘で、物部第一おかりと物部の守屋の妹、太姫夫人、三井夫人、石上夫人とも言われています。資料によって多少の差異はあるのですが、一説では物部の守屋の妹で蘇我の孫の妻となっていますね。夫である孫に契約を授け、自分の兄の守屋を謀殺させたこともあります。物部氏の出身ながら蘇我の死に組みした人物であり、蘇我のと物部の戦争の一員として、彼女の計りごとがあったとする説が、この二人のおかげでとんでもなく歴史の勉強になるな。しかし本来、元ネタの太姫は、豊里耳の巫女蘇我の閉じ子つまり聖徳太子、閉じ子のイラつめよりも2世代上の人物なのです。あくまでも元ネタってことね。それにしてもとんでもすぎる関係性だな。元ネタとはいえ、巫女が実の妻と義理の母親を召喚して弾幕にさせるという面白い出来事が起きてますね。格ゲー作品の方の絡みとか見るとますます面白くなってくるよね。わかりやすくするために家系図を作ってみました。めちゃくちゃわかりやすい。巫女の義理の母が太で妻が閉じ子ってことか。この関係をまさか少女にして絡ませるところずんさんの常識にとらわれない考えが天才的ですね。非常に不思議な関係で、最高すぎる家族なのでこれからもこの3人の活躍に注目ですよ。ちなみに太姫が聖徳太子を好きになったとかはないの？そうなると最高のヒルドラ展開。ということで次に紹介する意外すぎる親子関係は、新サブメと鬼人聖者ですよ。なんとなく何か関係はありそうだなと思っていたよ。結構似ている部分があったりしますから気づいていた人も多いかもですね。結論から言うと、天の弱の祖先は天のサブメ、または雨の若彦と言われています。祖先というか原型と言った方が適切かもしれないです。ある意味では親子関係というわけか。まず彼女たちのプロフィールと共通点を紹介していきますよ。まず鬼神サブメは漢樹伝4面ボスですよ。
月の都の住人で、賢者の一人でもあるすごいキャラ。しかし能力の口に出すと事態を逆転させる程度の能力ゆえ非常に無口であり、喋ることは滅多にありません。ちなみに目撃情報によると、一人称が足だったりと以外に目標はラルだったとか。あなたも一生無口になってくれないかな？賢者として事態に冷静に対応している一方、月の民らしく地上のことは軽視しているところがありますね。漢樹伝の異変後には永遠帝を訪れエイリンと交流を持っていました。エイリンや、八雲ゆかり、八坂かな子といった地上の、東方五大老からはかなり高く評価されていて優秀なキャラ。制作者ズンさんからもお褒めの言葉がありますね。まさに優等生キャラってことか。先ほども言ったように、能力は口に出すと事態を逆転させる程度の能力というあまりにも複雑な能力を持っています。豊姫の山と海をつなぐ程度の能力とか、前回紹介した蓬莱山かぐやの永遠と主流を操る程度の能力といったように月の民の能力はなぜか複雑なものが多いよな。何かの事象自体に言及すると話した内容に関わらずその事態が逆転するという非常に理解が難しい能力。一つ前の作品に出た天の弱の鬼人聖者の能力とはまた違う、月の民らしい強力な能力を持っていますね。そして子供的存在である、東方鬼神城御面ボスを務めた鬼人聖者。種族は先ほども言ったように天の弱だぜ。鬼神城の異変逆さま異変の黒幕、幻想郷の支配体制を破壊し、弱者が支配する世界を作るという野望を抱くひっくり返す者、つまり下克上を企む者。聖者自身は大した力を持たないため、内での小槌を扱える少な神妙丸を騙して利用したりして下克上を起こそうとしていました。弾幕天の弱ではいろんな道具を使って弾幕を避けたりと逃げていたよな。そう、内での小槌の影響が予想を超えて広がり、霊夢たちが異変を嗅ぎつけて計画は失敗。以降は逃亡生活を送り、弾幕天の弱へと繋がっています。他人を騙して利用し、計画が失敗すると一人で逃げるといった小物感があるキャラです。実際にズンさんも聖者に対して小物と言っていて、サグメと対となる存在となっていますね。このことから紐解くと、もしかしたら東方鬼神城を制作中の頃から東方漢樹伝のストーリーとキャラを考えていた可能性が高そうだよな。そして彼女の能力は、何でもひっくり返す程度の能力、何でもひっくり返すという言葉にふさわしく、プレイヤーの左右キー反転から画面ロールの反転、果ては画面そのものを回転させるという今までにないスペルカードを使ってくるんですよ。サグメの能力の介護官な感じの能力だよな。こうやって見るとかなり二人には繋がりみたいなものを感じるけど、元ネタの天のサグメと天の弱はどんな繋がりがあるんだ？まず天のサグメとは探る女という漢字の通り、神話に登場する天のサグメは、人の心を読み、表面には現れていない意味を探ることに長けた女神だったようです。もともと悪い神様ではなかったのかもしれませんが、物事の裏を読みいたずらをして、天の神様の邪魔をするようになったため、天の邪魔をする鬼、イコール天の弱と呼ばれるようになってしまいました。そこからさらに転じて、へそ曲がりの人や、ひねくれた人物を天の弱と呼ぶようになったと考えられます。へえ、それが天の弱と天のサグメの関係だったのか。ちなみに虎丸将の上司である毘沙門天は、なんと二人の天の弱を一度に踏みつけている銅像があったりします。なので、今後この二人が将と絡む可能性はありますね。それ一体どんな展開なのか怖いぜ。正直まだこの二人の関係についてはあまり語られていないのですが、東方外来異変のズンさんのインタビューによると、サグメは天の弱よりももう少し純粋な存在で神様でもあるとのこと。ということは、同一人物っていうことではなさそうだな。また天津神に詳しい八坂かな子は、早苗の話を聞いただけで天のサグメということを見抜いていました。神話では前回紹介したかな子の夫の竹見中田は天の弱らを率いて戦い、諏訪まで逃げてきたという伝承があります。またグリモワール宇佐美ではサグメを見た聖者が見ただけで彼女を天のサグメだと見抜いていて、同族と言い切ったのも、雨若彦系列の天の弱だから同じ天の弱の源流の一人である天のサグメのことをその系譜含めて知っていたからでしょう。ということは、聖者は結構ちゃんと一族の歴史とかを学んでる可能性があるのか。まあ、小人族の神妙丸に絡みに行ったことや、内での小槌について結構色々知っていましたしね。なので意外と東方では重要キャラなのかもしれないですね。これは面白すぎる裏設定だな。彼女たちの関係がどのようになっていくのかものすごく興味深いところですね。またネームドで親子関係にあるキャラがいなかったから新鮮だよな。二次創作ではサグメが天の弱の起源となる元ネタを持つことから、サグメが親で、聖者が娘の親子ネタになっていることが多いですよ。聖者が逆の逆でツンデレになったりと非常に読み応えのあるものばかりなので、少女たちの魅力を探ってみてください。それではラストに紹介する、衝撃の親子関係は藤原桃子と稗田久です。そんなことってあるのかよ。この二人の絡みなんて見たこともないし、見た目も全然違うじゃん。確かに見た目は全然違っているのですが、ガチの親子なんですよ。それはあまりにも気になりすぎる。頼むからレイムさん今死ぬなよ。安心してください。
ちゃんと先ほどスーさんの薬飲んできましたから。それだと死んじゃうよね。さてさて、まず彼女たちのプロフィールを紹介していきます。まずアキューは人間の里にある名家稗田家の当主であり、9代目後アレイの子、幻想郷の妖怪についてまとめた書物幻想郷演義を執筆するため、1000年以上昔から転生を繰り返しています。すぐに転生できるわけではなく、転生には百数十年かかるのです。結構期間が空くんだな。なので、アキューとしては転生するたびに人間関係がまっさらになってしまうのでかなり過酷だったようです。しかし最近では、妙蓮寺や霊夢が行う現在の白霊神社といった妖怪たちが住み心地のいい場所が増えておとなしくなったことで、長生きできる妖怪との交流も増えて、人間関係はだいぶ和らいだようです。確かに妖怪ならば1000年以上は軽く生きれるもんな。そういえば、転生前の数百年の間の魂って何してるの？その間は地獄の閻魔様の下で働いているんですよ。幻想郷の閻魔様というと四季英気山真部じゃないか。なので、四季様と小町とは仲がいいのではと思われますね。そんな裏設定があったなんて面白すぎる。また転生による負担のためか、30前後までしか生きられないようです。だから見た目が幼いのか。前世の記憶は幻想郷演技に関係すること以外はほとんどないとのこと。アキューの一度見たものを忘れない程度の能力を持っていても記憶がなくなるんだな。アキューの書く、幻想郷演技での記述内容はなかなかの毒舌で面白いですね。元売り子鈴とは友人でありお互いの家を訪れる中、また役もゆかりとは9代目以前からの知り合いですよ。へえ、ゆかりとは転生前からの知り合いだったのか。ということはゆかりは1000歳以上は確定だよな。彼女は永遠の17歳です。そういえばアキューはどうして転生なんてことが行えられるんだ？これは能力というより秘術みたいなものですね。実は約1200年前から転生を続けている存在でもあります。マリサさんも言ったように、一度見たものを忘れない程度の能力を持っています。先祖にあたる稗田のあれの持っていた見たものを忘れない愚問寺の能力のことであり、転生を繰り返してもこの能力はごアレイの子に代々引き継がれているんですよ。また幻想郷の危険度を決めているのは稗田アキューなんだよな。人間の里にある名家稗田家の当主であり、9代目後アレイの子、幻想郷の妖怪についてまとめた書物幻想郷演義を編纂するため、1000年以上前から転生を繰り返しているんですよ。彼女は9段目だからアキューとなっているんだぜ。つまり初代はアレイはアレイというわけだ。あるツイッターによるズンさんの返答を見ると、アキューはアキューというのがしっくりきているようです。ペンネームのアガサクリス9からってことね。ちなみに歴史上に登場する稗田のあれは当時の天皇の命を受け古事記の編纂に関わったとされ、古事記はその後江戸時代に元売宣長によって研究されて現代に伝えられていますね。だから東方では、元売子鈴とよく絡むことがあるのか。また稗田という氏族は、平安初期に編纂された氏族名鑑ですよ。そんなアキューの子供という説として挙がっているのが藤原の母校。迷いの竹林に住む少女で不老不死により苦しい思いをしながら長い年月を生き続けています。不老不死といってもお腹は少し怪我をしたら痛いらしいぜ。ただ髪の毛が一本でも残っていれば復活することが可能というコロ先生も顔負けのえげつない再生力を持っていますよ。原理としては、魂が自らの存在の主軸となり、肉体に死が訪れても魂が別の場所に新たな肉体を作り直すことで蘇ることができるようになるのです。そう聞くと、アキューの転生となんとなく似ている感じがするよ。確かに、アキューの転生の体がそのままで速攻で復活するのが不老不死といった感じですよね。そんな母校の能力は老いることも死ぬこともない程度の能力。あるきっかけで人間を不老不死にする蓬莱人にする薬を飲んでしまったことで、この能力を身につけた元人間です。長く生きたことで妖怪とも渡り合えるほどの妖術を身につけたんだよな。なかなかの苦しい過去を持った母校ですが、性格としては根は面倒見が良く、人助けに生きがいを感じるほどいい人を避けることが多いことから人見知りなのかとよく語られますが、私はそれは違うと思っています。アキューとは逆に彼女が長生きなために、仲良くなっても先に他界されるので人と関わりを避けているだけで、本質は特に人見知りするような人ではないと思われます。実際にエイヤショーでは、霊夢たちと初めて会った時はおしゃべりだったし、アキューも話せば色々教えてくれるかもしれないと言っていたよな。また前回紹介した美女の蓬莱山かぐやとは、周りを巻き込みながら、憎みつつも仲良く殺し合いをする日常を送っていますよ。それでアキューと母校の二人の関係はどんな感じなんだ？初めて出会ったのは幻想郷演技を書くための取材の時でしょう。個別の項目では、妖怪をはじめ英雄伝に記載した白霊霊夢や霧雨マリサ、そしてあの矢心栄林でさえもアキューらしい国評があるのですが、最後に書かれた母校についてはそういった国評はなかったんですよ。気楽に話しかけていけばもっと母校のことも話してくれるかもしれないとも言っていますしね。なんだか、相性の良さを感じさせられるよな。また母校のバックストーリーとしては、飛鳥奈良時代のとある貴族の娘として生まれました。妹代が望まれない子であったらしく、妾か、もしくは父親には子供を設けるつもりがなかった5歳の子であったと思われています。母校の父にあたる貴族は、かぐやに脱
された難題から逆引きすると車路王子のモデルである藤原の人ではないかと推察されているんですよ。そして竹取物語と同じく彼女の父は蓬莱山かぐやに求婚した際に、難題をふっかけられ恥をかかされたんだよな。そのため子供時代にかぐやに仕返ししてやろうと思って蓬莱の薬を飲んだと。そして稗田のあれは藤原の人と同一人物であるという説があるんですよ。おいおいおいそれマジか。そうなると阿久は向こうのガチの父親ってことになるんじゃないか？そういうことですね。転生の際の性別はガチャガチャのはずなので、初めは男だったとしても不思議ではないはずですしね。ただし公式で向こうの父親は、人その人であるとは言及していないので注意してください。もしそれらの説が全て本当であると仮定すれば、向こうと阿久は親戚どころか実の親子の生まれ変わりということになってしまうじゃんか。そうなると展開が面白すぎるな。ちなみに稗田のあれイコール藤原の人はどこから出たの？古事記が完成した時代は、藤原の人が政治の実権を握っていた時代です。そのため、古事記の内容には、人の意向が反映されていたのではないかと言われているんですよ。そもそも人は人、つまり歴史を司るものの意味でもあるんです。稗田のあれとは、人が身分を隠すために使った貧相な身分の出身ですという意味の暗号ペンネームだったのではと言われているのです。おお、それで同一人物ではないかと思われているのか。死ぬほど面白い裏設定だな。時代も場所も性別も超えて懐かしい親子関係が、幻想郷で再び交錯しているのではと考えると非常に面白いですよ。なんとか気づいてほしいよな。もしこの事実が知ることになれば、永遠に生きる二人はさらに報われることになっていくと思われますね。とは言っても本当に稗田のあれイコール藤原の人というのは、怪しいところではあるので注意してくださいね。あくまで説ってことね。でも彼女たちの歴史を見ると、さらに奥が深まってくるよ。意外な関係性が見られてさらに好きになれますよね。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんが思う親子カップリングがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。